イラスト美術館へようこそ。私はガイドの椿と申します。当館はイラストレーター様の作品をオンラインで展示している美術館です。さて、本日はヒロ様の作品、聖夜の雪に包まれてをご紹介します。場面は雪の量や吐息の白さから、とても寒い様子が伝わってくる。クリスマスイブの夜、恋人との待ち合わせで先に到着した女性は、手袋を忘れてしまい、冷えた手を温めながら、仕事で少し遅れる恋人を待っていました。そして恋人が到着すると冷え切った手を、恋人のマフラーで温めさせてもらい、恋人は彼女の頭に積もった雪を、払ってあげるという、心温まるシーンとなっています。また、女性の名は、冬の雪降る夜という設定から、ユズキレイヤという名前が付けられました。性格は基本的におっとりと落ち着いた、笑顔の似合う女性ですが、スカートや髪飾り等、服装がところどころ、微妙に子供っぽかったり、雪が降るほど寒い日に、手袋を忘れるような、ちょっと抜けたところもあり、そういうギャップもある魅力的な女性です。また、彼女の身につけている、2つのハートが重なり合っているネックレスは、恋人から初めてもらったプレゼントのようです。ちなみに彼女の職業は学校の英語教師です。それゆえに、別方向のギャップがありますが、人柄的にもきっと学園でも、先生として生徒に人気のあることでしょう。一方で恋人については、手しか映さず名前設定もありません。そのため、客観的に2人を見ていたい人、自分視点で彼女を見たい人、どちらでも補完できる作りであり、見る方々の主観に一任されています。彼女の方が年上という設定もあり、年上彼女のこんな笑顔を見せられて、恋人は一体どんな表情をしているのか、素直に笑顔を返しているのか、それとも大人の魅力に打たれ、照れているのか、または照れているけど意地を張って、無表情を装っているのか、ぜひ、いろいろな想像をしてみてくださいね。本作品のポイントは3点。描画の説得力、存在感、立体感、透明感。上から順に解説をしていきます。まずは、描画の説得力、存在感について。見る人を引きつけ、印象に残るように。全体的に比較的彩度、明度高めの色を使用されています。影で暗くなるところや、タイツやスカート等、もともと暗めの色のところには、彩度、明度が低めの色を使うことで、メリハリを出されています。瞳については、キャラクターの印象を大きく左右するため、いろいろな種類のハイライトや、照り返しを用いて情報量を程よく多くし、視線が瞳に集まりやすい工夫がなされています。それにより、瞳の焦点はしっかりと上を見ており、恋人の顔を見ているのが、はっきりとわかるようになっています。さらにイヤリング、ネックレス等のオブジェ、背景もしっかりと描き込み、イラスト全体に、説得力と存在感を持たせております。また、主役がキャラクターになるように、キャラクターと背景の境界線を、発光系の色でうっすらと縁取ってぼかし、背景よりキャラクターに比較的濃い色を使うことで、キャラクターを目立たせております。次に、立体感についてです。顔などやりすぎると、可愛さが減ってしまう部分は控えめにしつつ、全体的に、特にキャラクターは立体感を出すため、複数の色を塗り込まれています。光源から遠いところや、光源の反対側には、照り返しの光を入れ、さらに描き込みと立体感をプラスされています。また影が濃く、範囲が広いところには、うるさくならない範囲で、明るい青から紫系の色を刺されています。これによりイラストが黒く潰れないことで、色味が増えて華やかな絵に仕上げられています。そして、服のシワなどの突っ張ったところや、手の甲の骨張った箇所にはシャープな、頬や太もも等柔らかいところは、ぼかしの大きな塗りにすることによって、硬いところと柔らかいところが見て想像できるようになっています。3つ目は、透明感について、顔にかかる髪の毛の先端や、まつげの端に肌色を差したり、スカート部分にタイツの色を差したりして、
透けているような透明感を演出されています。また後ろ髪にもグラデーションで青色を足し、透明感を追加されています。さらに線画にも色トレ処理を行い、線画を主張させすぎないようにし、キャラクター全体に透明感を感じられるよう作られています。では、ガイドつばきから変わりまして、私、ゆりより作者様の思いをお伝えします。作品を描くに至った経緯は、このイラストを描いたのが冬なので、冬の訪れとともに、心身ともに、冷え切っているであろう皆さんの、せめて心だけでもほっこりと温まってもらえるような、イラストが描きたいと思ったのがきっかけです。作品を見た方にどのように伝わってほしいか、とても寒いはずなのに、それを全く感じさせない笑顔ができるほど、彼女が見ている恋人に対する、信頼感や安心感が伝われば嬉しいです。技法について、これらの技法を用い、いろいろこだわった理由は、とにかく存在感のある絵にして、見る人を引きつけ、思わず長時間見入ってしまうような、イラストにしたかったからです。そのために、線の突き抜けや途切れ、塗り残しや塗りムラを極力なくし、長時間見てもまだ持つ、見る人を飽きさせない作りにしております。同じように描くためには、何を一番見せたかったのか、ということを、自分の中ではっきりとさせ、描く上で知識が足りていないと感じたときは、いろいろと調べたり資料を用意して、徹底的に納得のいくまで描いて、試行錯誤すると良いと思います。光源に対してハイライトや影のつく場所、人体の構造、配色について、などが特に大切に思います。決して簡単なことではないですけど、思うように描けた時の達成感は格別です。興味のある方はぜひ挑戦していただければと思います。最後に、僭越ながら、私たちが感じた本作の考察をお話しします。まず彼女、ゆずきさんは振り回される方だと感じました。待ち合わせに先に来ているところや、他イラストで描かれている熱心な教員の姿も踏まえ、真面目、しっかり者なのでしょう。それゆえに普段待つことにも慣れているはず。ですが今回はベンチやカバンの雪の積もり具合から、おそらくいつも以上に待っていたのでしょう。もしかしたら恋人と一緒に、クリスマスを過ごせないかもしれない。雪とともに少しずつ不安も積もっていく。そして孤独感がピークに達する直前、ようやく恋人がやってきたのでしょう。真っ先に遅刻を咎めようとしたところ、頭に恋人の大きな手のぬくもりを感じ、すっかりペースを握られてしまった彼女は、怒りが安心感に上書きされてしまったものの、年上の立場であるがゆえに、大胆に甘えることはプライドが許さない。そんな葛藤の中で言葉では余裕を見せながらも、マフラーを抱きしめるという代替行為に帰結した、なんて想像をしてしまいました。さて、私たちのお話は以上となりますが、ご来場された皆様はどう感じましたでしょうか？よければ皆様の思いも聞かせてくださいませ。それでは以上で、聖夜の雪に包まれてのご紹介を終了したいと思います。ヒロ様、並びにご来館いただきました皆様方、ここまでのご視聴誠にありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。